皆さんこんにちは、おたたびです。今回は北海道にある絶景の温泉宿に宿泊します。全室露天風呂付きの宿で楽しみです。場所は北海道の南西部に位置する壮瞥町。日本で3番目に大きいカルデラ湖、洞爺湖の最もそばに佇む温泉宿、ザ・レイクスイートこの住処に宿泊します。北海道ならではの景色と観光地を巡りながら向かいます。右方向です。はい。違うくない？ちょっとトイレ。あ、そう。右方向です。あです。あれ、これトイレやってないかも。あ、そうかな。閉まってんかな。トイレができないか。ちなみに前に見えるのがね、温泉、廃温泉になりますね。かつては温泉街だったんですけど、もう建物は残っている状態で、全部もう廃墟となってます。はい。ちなみにトイレはね、空いてました。で、すごく綺麗でした。この温泉、セールって書いてるの。セール、一応買い取ることができるみたいです。温泉が出ますって書いてる。25,575坪もあるみたいです。興味がある人はね、ぜひこの温泉街を買ってみてください。今日がね、北海道最後の旅にしようかなと思ってるんですけど、最初にね、北海道に着いた時と、景色がね、全然変わりました。秋というよりも、もう冬に変わろうとしてます。はい、こちらを左ですね。3km 道なりです。はい、目的地まではあと4分で到着します。この辺りはちょっと雪がありますね。で、標高の高い山はもう雪が積もってます。スタッドレスタイヤ入ってないんで、慎重にゆっくり向かいます。はい、もう着きますけど、なんかめっちゃ雪が残ってます。いやー、まさかの雪。スタッドレスタイヤ入ってないし、下の方は全く雪ないのに、そうきましたか。ちょっと向こうにも駐車場がありそうなんで、向こうの方見てみます。こちらですね。はい。雪秩父っていうね、温泉施設の横に温泉が湧いてます。左方向です。うわ、続いてすごい湯気立ってる。で、お客さんも目いない的地ですね。に到着しました。お疲れ様でした。はい。うわ、すごいいい匂いしてる。はい。到着しました。こちらはですね、ニセコ湯本温泉の大湯沼ですね。こんな感じで、沼の底から硫黄を含んだガスや水蒸気を噴出しています。沼に流れ込む水に成分が溶け込んだ天然の沼みたいです。目の前の、山はね、雪が積もってます。ニセコ連峰とのコントラストがめちゃくちゃ綺麗です。近くまで見に行きたいと思います。どこもね、全く雪が降ったり積もったりしてなかったんですけど、この辺りはもう雪が積もってますね。で、今もね、パラパラとかすかに雪が舞ってます。寒い。気温は3度ぐらいです。うわ、すごっ。
至るところで温泉が湧いてます。もう足元めちゃくちゃ滑ります。うわ、すごい。これは暑いんでしょうか、それとも入れる温度なんでしょうか。寒くて体が震えて飛び込みたいぐらいです。そこのね、温泉施設で、こちらの源泉を楽しむことができるんですけど、まだ朝の7時なんで今日は諦めます。いやでもね、本当にいい香りがして乳白色がねたまりません。この辺はね、泥になってるんですけど、体に塗ると肌がツヤツヤになりそうです。あの辺りから湧いてるんですけど、湯気が立ってないんで冷泉になるんですかね。湯気の向かってくる方向に立ってたらサウナみたいでね、すごくあったかくて気持ちいいです。特にね、見どころっていうのはないんですけど、こちらの温泉に入ったついでに、こちらに、寄るのがいいと思います。それではね、次の目的地に向かいます。また雪が舞ってきました。この辺りはね、まだ路面に雪が残ってるんで、慎重にゆっくり向かいます。結構ね、がっつり雪が残ってます。10月の22日なんですけど、雪国になってますね。すごい。一気にね、北海道のこの景色が変わるというか、いや、無理や。ちょっと待って、登らんわ。道はどっちがまっすぐ？道はまっすぐ。無理か。うわ、めっちゃ雪。緊急事態です。もうね、完全に車のタイヤが進みません。なんでちょっとルートを変更します。こっから先はもうノーマルタイヤでは登れそうにないです。タイヤがね、もう走行不能ですね。とりあえず来た道戻ります。来た道は行けてたから。南西に進みます。っていうか今ナビが急にね、この先通行止めになりました。多分今の時間から通行止めになったっぽいです。はい、通行止めになったんでちょうど良かったです。あらららららら、参ったな。5分ぐらい走ったらね、雪は全くなくなって、もう秋みたいな風景になりました。で、前の車はね、屋根の上に雪がめっちゃ積もってます。羊蹄山のふもとまで来ました。で、羊蹄山を綺麗に見れるポイントがあるんで、そちらの方に向かいたいと思います。こちら左ですね。ここからね、少しだけ山の中に入っていきます。道は狭いんですけど、ところどころね、離合する場所があるんで、大丈夫です。目的地は左側です。はい、お疲れ様でした。しました。よいしょ。よし。はい、到着です。はい、到着しました。このね、小屋の周りがね、駐車場になってて、反対側に景色があるんですけど、こちらですね。はい、すぐ目の前にね、見えてます。めちゃくちゃ綺麗です。こちらはね、羊蹄山という山で、標高は1898メートルの清掃火山です。
蝦夷富士とも呼ばれてて、北海道南西部では一番高い山になります。かなり大きいんですけど、これでも富士山の半分ぐらいしかありません。なので富士山がどれだけ大きいかよくわかりますね。これぐらいの時期が一番綺麗かもしれないですね。周りは紅葉してて、で、山の方はね、雪がうっすら積もってて、綺麗な景色になってます。残念ながらね、この山の頂上は雲がかかって見えないですね。あまり知名度のない場所だと思うんで、誰もいません。詳しい場所は、概要欄の方に、Google マップを貼り付けておきますんで、興味ある方はね、ぜひ、ご確認ください。はい、それでは次の目的地に向かいます。すごいね。おー、綺麗。絶景やね。絶景。 4km 道なりです。はい、もうちょっとで到着します。はい、こちらですね。 100m 先、左方向です。はい、到着しました。こちらはね、道の駅洞爺湖です。展望台があるんで来てみました。150メートル先に洞爺湖を見渡せる展望台があるみたいです。もう展望台はすぐそこですね。はい、到着しました。こちらが道の駅洞爺湖の展望台ですね。はいはい。すごく綺麗です。洞爺湖をね、一望ってほどではないんですけど、ほとんど洞爺湖が見えるって感じですね。こんな感じの展望台でした。寒すぎて長居できないんで、もう駐車場の方に戻ります。霞んで見えなくなってきてはいるんですけど、ここからでもね、山が見えます。どこから入る？トドカレーとか、すごい、熊カレー、エゾシカカレー、トドのお肉。いや、すごいですね。すごいボリュームが。こうやって2合で売ってくれるのはありがたいですね。これにしようか。夢ピリカ。北海道といえば夢ピリカ。白菜でかっ。キャベツもでかい。しかも200円やったら安いんじゃない？こっちは安いけど、そう白菜の値段が分からん。いや、安いんじゃない？よいしょ。道の駅寄ってきたんですけど、なんかね、変わったものがすごく多くてね、面白かったです。買おうかとは思わなかったですけど、トドのカレーとか、熊のカレーとかね、変わった、お土産がたくさん売ってて、で、こちらね、この洞爺湖町で栽培してるシソを使ったシソジュースですね。炭酸とストレートと、あと原液も売ってました。この洞爺湖町で収穫された夢ピリカ、こちら2合分なんですけどね、ちょっとお試しで買うのにすごくいいですね。苫小牧で作ってるなんか お菓子ですね。はい。はい。それではね、次の目的地に向かうんですけど、こっからね、16分で行ける場所に神秘的なスポットがあるみたいなんで、行ってみたいと思います。今ね、洞爺湖の湖沿いをね、走ってます。お疲れ様でした。目的地に到着しましたって、どこが目的地なんやろ？これなのか？これ岩屋観音に行きたいの。多分こっちですね。いいよ。うわ、これはちょっと。いや、これ車無理だな。ちょっとあの辺で止めて歩いていくわ。いや、そこまで行けるかどうかっていう問題。スタックしてる。いや、これは4区じゃないといけないな。はい。目的地の近くに到着したんですけど、もうこの先はね、進めないんで、ちょっと車を置いて、ここから歩いて向かいます。4区でも
無理かもしれないですね。目的地はもうすぐそこにあります。この左側は私有地みたいですね。なので立ち入り禁止と書いてあります。おー、後ろ振り返ったら絶景でした。この洞爺湖の写真を撮るために入っていく人がいてるんでしょうね。だから立ち入り禁止になってるんだと思います。2、300メートル歩いてきたんですけど、山の中になりました。車が通った跡があるんで、車種によっては通れるんだと思います。ちょっと道が開けました。到着ですかね。めっちゃ綺麗です。ちなみに10分ぐらい歩きました。で、こちらが岩屋観音ですね。岩屋観音ですね。洞窟のようなこの奥にもですね、祠があります。祠の上は断崖絶壁になっています。はい、いや、こんな感じです。すごいですね。奇妙な動物の鳴き声が聞こえてくるんですけど、鹿の発情期の鳴き声だと思います。第23番観音ということは霊場巡りか何かの、一つなんですかね。はい。で、この奥に祠が立ってます。いや、すごくね、雰囲気のある場所です。この祠の中にはですね、祀られているものがないんで、この、岩自体が、ご神体になるんですかね。すごく神秘的な場所でした。はい。それでは、車の方に戻ります。今日泊まる宿はですね、洞爺湖がね、見れる、絶景のお部屋みたいなんで、すごく楽しみです。で、今回はこの洞爺湖が旅の舞台になるんで、まだ時間もありますし、船に乗ってこの洞爺湖を観光できるみたいなんで、フェリーの時間が合えば観光してみたいと思います。とりあえずね、船着き場の方まで向かいたいと思います。戻ってきました。この辺りにホテルがあるんですけど、すごい景色が見れそうですね。それでは出発です。こっから、21分で到着します。はい、間もなく到着します。よいしょ。はい、駐車場がいっぱいだったんでね、別の駐車場に停めてきました。ここからね、2、3分ぐらい歩きます。はい、まだチケット買ってなくて、あと7分しかないんですけど、ちょっと急ぎます。はい、フェリーはこちらですね。間に合うかな。間に合いそうですね。はい。12時の出版でございます。ご観光の思い出に。すごい船に乗るんですね。お城みたいな船です。はい。で、周遊料金の方が大人1600円、子供800円で、島にね、博物館があるんですけど、その博物館の料金が大人200円で、子供100円になります。島にね、上陸するんだったら85分かかります。島に上陸せずね、遊周するんだったら50分で回ることができます。時刻がですね、朝の8時半から、夕方の16時30分まで30分おきにね、運行してます。なんとか間に合いました。
ね、ジンギスカン T シャツっていうのが売ってます。これめっちゃ欲しいです。よいしょ。あ、寒い。これ見て。これ何？おお。開けてみて。食べるかな。カッパエビせん買ったんでね、ちょっと揚げてみます。あれどっか行った。あ、ここにおる。かわいい。まだ赤ちゃんかな。はい。ああ、食べた。はい、間もなく出港です。中島で降りてもね、特に観光することないんで、今回はこの1周、50分のコースで行きます。さらに上があるみたいなんで行きます。これが欲しいんだろ。はい。おお、喧嘩するな。やっと出発しました。出発する前からね、カモメに餌あげてます。すごいね。あ、これ言うてね。はい、この250円もするカッパエビせんあげる。おーいおい、ほらおい、ほらおい、250円もしたんやで、食べてくれ。来た来た来た。おおあ、すごい。おい、もう一回もう一回。すごいすごいすごい。こんな近くでカモメ見れるって。おい噛めへん。待ちや、行くぞ。はい。うわ、すごい。もう一回。カモメに餌をあげるので夢中になってたんですけど、おそらくね、船内の方では洞爺湖に関することを説明しながら多分、運航してるんだと思います。この船はね、1階と2階で、3階はね、デッキになってて、さらにね、上にもデッキがあります。3階にはね、客席とで売店がありました。このね、カッパエビせんも売ってました。船内放送で見どころとかね、こういう島の説明をしてくれてます。外国人がね、すごく多いんですけど、身長が高くてイケメンイケメンって言ってるんですけど、自分と何が違うんでしょうか。はい、今ね、大島桟橋の方に到着するんですけど、ここでね、降りることもできます。で、20分と50分にまたね、迎えの、船が来るんですけど、降りてもね、そこまで観光することはないんで、自分はもう降りずにね、一周回りたいと思います。はい、今ね、到着したんですけど、すごいですね。そこがね、見えるほど水がね、綺麗です。あれが博物館やね。いやでも確かに降りた方が良かったかもね。言ったやん降りようって。だってさ、降りんかったらさ、ただ船乗ってるだけやん。そうだね。だから30分ぐらいで来んねんからさ、次の船。博物館もすごくちっちゃくて、はい、間もなく到着します。あ、雪降ってるわ。ほんと、雪降ってる。うわ、すごい人。うわ、すご。人気だね。もう人だらけ。はい、観光船の方に乗ってきました。やっぱり島に降りた方が良かったですね。湖の中をぐるっと回るだけなんで、途中ね、島に降りた方が良かったなと思いました。でもね、カモメに餌をあげれたり、すごく楽しかったです。はい、駐車場の方に戻ってきました。この周辺はですね、温泉街になってて、ホテルとか旅館がね、たくさん立ち並んでます。釜飯とかね、赤牛丼とかね、美味しそうな、グルメがたくさんありました。で、今日宿泊するホテルはもうすぐ近くになります。はい、それでは宿の方に向かいます。こっからもう2分ぐらいで到着します。はい、こちらですね。
到着しました。こちらザ・レイクスイートこの住処というねホテルになります。で向こうにもね大きな建物があるんですけど、こちらもね同じ経営されているホテルで東野サンパレスリゾートになります。はい、それではねチェックインします。はい、こんな感じですね。めちゃくちゃおしゃれです。で、目の前にはですね、洞爺湖が広がってます。で、こちら右にまっすぐ行くとさっきの、別の建物につながってます。今回泊まるお部屋は2階になります。はい、通路はこんな感じですね。204号室で、こちらですね。では、早速見てみたいと思います。玄関はこんな感じですね。荷物運んでもらっています。はい。玄関正面がですね、こちらはトイレですね。はい。こんな感じのトイレになります。で、すぐ左側はお部屋になります。はい。こんな感じのお部屋です。すごくねおしゃれな部屋になります。窓の向こうはですねこんな感じでですね、目の前には洞爺湖が広がってます。反対側から見るとこんな感じですね。テレビとでベッドが2つでこちらにソファーがあります。ベッドの横にですね温泉まんじゅうですね。こちら温泉まんじゅうとこれミルが置いてあるんですけどコーヒー豆があるんでしょうか。でこちらにザ・レイクスイートこの住処のオリジナルブレンドコーヒーですね。でこんな感じでねフィルターとか一式用意してくれています。はい、その他にもねお茶とか、ダージリン紅茶がありますね。でこの下は冷蔵庫です。はい。冷蔵庫にお水が置いてあります。こちら外に出れるようになってますね。よいしょ。はい、こんな感じでねテラスになってますね。はい。でここからね花火が打ち上がるみたいで、ここでね座りながら花火を鑑賞することができます。でこちらですね。こちらはすごくおしゃれな洗面台になってます。すぐ右側はクローゼットですね。こちらにはこの住処の袋ですねと旅が用意してくれています。こちらは金庫で、こちらが、浴衣の上に羽織るものなんですかね。でこちらジンベエですかね。でこの下が
浴衣ですね。洗面台の下がですね、タオルですね。バスタオルと、タオルが用意してくれてます。で、こちらは、ドライヤーですね。はい、洗面台にはですね、はい、こんな感じで、アメニティはこちらに揃ってます。はい、で、こちらの、洗面台の横がですね、こちら、まず入ってすぐにシャワールームがあります。で、その向こうがですね、露天風呂ですね。シャワールームの足元なんですけど、床暖房が入ってますね。すごくあったかいです。はい。で、こちらが露天風呂です。はい。まだお湯は張ってないんですけど、こんな感じでお風呂に入りながらですね、この洞爺湖を、眺めることができます。こちらのお風呂は入るタイミングで入れたいと思います。はい。ということでですね、こんな感じの、すごくおしゃれなお部屋になってます。で、もうすぐこちら、はい、さっきの露天風呂ですね。はい。今日一日ここでね、ゆっくり過ごしたいと思います。ここ、真正面にはね、羊蹄山が見えるんですけど、残念ながら、ちょっと霞んで見えません。羊蹄山がね、はっきり見えると、これ以上にね、素晴らしい景色だと思います。こちらね、館内の案内図になるんですけど、ザ・レイクスイート、この住処がこちらの塔で、この右側の塔がサンパレスリゾートになります。入り口入ると、まず3階からスタートで、1つ下がって2階に泊まります。1階、2階、そして4階から7階までは客室で、8階はですね、大浴場、露天風呂、エステサロンがあって、フィットネスジム、自動販売機があります。こちらの大浴場はですね、タオルが備え付けであるみたいなので、タオルを持っていく必要がないみたいです。大浴場の方はですね、こんな感じで絶景の中で入れるみたいです。あとはね、サウナもあるみたいですね。あと水風呂にジャグジー水風呂で、お水のサービスもあります。入浴時間の方が25時までですね。で、朝は5時から11時。で、サウナも一緒ですね。泉質がナトリウム、カルシウム、塩化物、炭酸水素塩、硫酸塩温泉になります。で、pH 値が 6.72 で、効能はいろいろあります。で、こちらはね、こんな感じで、売店とかはね、こちらの塔にあるみたいです。この3階から連絡通路を渡って、こちらの建物に行くことができます。帰りはですね、施錠されてて、ルームキーがないとこちらの建物に帰ることはできません。で、こちらはですね、地下1階に大浴場、プール、アロマエステサロン、湯上がりラウンジに味どころっていうのと、ゲームコーナーがあります。こちらのホテルは朝食夕食付きで2万円以下で宿泊することができます。隣の建物とかもね、見に行ってみたいと思います。じゃあせっかくなんでね、こちらの建物の方にも行ってみたいと思います。いやー、絶景ですね。広い。はい、こちらがサンパレスリゾートになります。こちらにね、ゲームコーナーとかお土産とかね、置いてあるみたいです。はい、こちらはめちゃくちゃ広いですね。で、こちらはね、
お土産コーナーになります。またこれもめっちゃ広いです。スーパーマーケットかっていうぐらい広いし、いろんなものが置いてます。1階上に上がってきました。こちらがね、食事会場になります。で、この住処に戻るときはね、このカードキーが必要になります。はい。日が暮れてきました。こちらはトレーニングルームですね。で、こちらが男湯で、こちらが女湯になります。よいしょ。それではね、ちょっとお風呂の方溜めたいと思います。出てきました。はい。ちょっとお風呂がね、溜まるまでちょっと待ってたいと思います。よいしょ。寒い。はい。なんか、お湯ボタンを押してましたね。この上に温泉のボタンがありました。いい感じにね、日が暮れてきました。で、こちらがね、水のテラスっていうあれなんですけど、ビュッフェではなく、予約ですかね。お湯はね、まだ完全に溜まりきってないんですけど、もう待ちきれないんで入ります。暑い。そうでもないか。はい。最高です。洞爺湖を眺めながら入る温泉はめちゃくちゃ贅沢です。外がすごく寒くて、でも42度ぐらいの温泉ですごく気持ちいいです。お湯の方はね、少しだけ濁った感じですかね。ちょっと暗いんで分かりにくいんですけど、濁った感じのお湯だと思います。で、こちらのね、花火はね、船で移動しながらね、打ち上げるみたいです。最後ね、20時55分ぐらいにホテルの正面で船が止まって、最後のね、締めくくりの花火が上がるみたいです。なんで、このホテルの前でね、フィナーレがあるんで、すごく楽しみです。こちらの塔に泊まった人は、食事会場はね、この2階になりますね。森林ダイニングっていう2階のレストランになります。で、こちらに宿泊されている方は、おそらくこの1階のレストラン、パレシオグランデという場所が食事会場になると思います。それではね、夕食の時間になったんで、食事会場の方に向かいます。うわ、すごい。よいしょ。ビュッフェとは別にね、こういうのもありました。うわ、すごい。ピザもある。チラシ寿司とか可愛いな。ほんとや。パエリア、グラタン、唐揚げ。いろいろあるね。今出したの。エビチリですね。酢豚ね。
違うだから言ってるやん。あ、北海道産の甘酢あんかけ。そう。ああ、カニですね。多分紅ズワイガニですかね。うまそう。はい、どうぞ。はい、夕食はね、こんなビュッフェなんですけど、こちらも、特別メニューでついてました。特別というか別に普通のプランなんですけど、でこちらは松茸とハムのお吸い物ですかね。はい。でこちらお刺身。とりあえずねこれを食べないとダメなんでちょっとだけ、ビュッフェの方取ってきました。種類がね本当にすごくてどれもね美味しそうで、はい、とりあえずね好きなもの取ってきたらこんな感じになりました。こちらサーモン、マグロ、ホタテのお刺身と、超特大エビフライでカニとステーキとホタテの焼いたやつですね。はい、はい、それではねいただきます。本マグロですね。こちらめちゃくちゃ美味しいです。ビュッフェを食べたいんですけどこれはセットになってるので仕方ないです。それではこちらの方いただきたいと思います。飲み物とかもね飲み放題なんで、はい、ホタテいただきます。うわ、うまい。めちゃくちゃうまいです。ステーキもいただきます。ソースが美味しいですね。お肉も美味しいんですけどエビフライもう身がぎっしり詰まってます。いや意外と食べれないですね。お腹いっぱいになってきました。じゃあカニですね。カニいただきます。おお、身ぎっしり詰まってます。でもカニの風味はちょっと薄いですね。いや最高です。だいたいホタテってね半分にカットされてたりするんですけど丸々1個です。もうね2センチぐらいの分厚さです。これは絶対うまいやつですね。うまい。甘い。だって美味しいね。美味しい。あとグラタンとかねパエリアとかもあります。すごいね。はい、こちら第2弾ですね。パエリアでまたホタテでグラタンにアップルパイにピザにでこちらつぶ貝ですね。すごいこんな大きいんですね。はい。とちょっとね甘いもん挟みたかったんでフルーツ取ってきました。うめえ。ホタテうめえ。つまようじ忘れたんですけどなんかね簡単に取れるようになってました。うまい。つぶ貝美味しいですね。第3弾です。アイスがね6種類ぐらいあって抹茶とバニラだけハーゲンダッツであとはね特にそういう、有名どころのアイスではなかったです。で美味しかったんでまたパエリア取ってきました。でカレーライスにちょっと甘いもの挟みます。欲張りすぎてねもうお腹パンパンです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もうお腹はち切れそうです。いやもうねここで横になりたいぐらいですね。よいしょ。晩ご飯食べてきました。種類もねすごく多くてどれを食べてもね美味しかったです。はい、お腹もねだいぶ落ち着いたんで、今日はねもう部屋風呂に入りたいと思います。よいしょ。最高です。もう外は真っ暗です。はい、もう間もなくね花火が始まると思うんでちょっと待ってみたいと思います。そんな短い足で何しとんねん。これが、船なんですかね。どっから上がるんでしょうか。
花火が始まりましたね。ちょっとまだ遠くて全然わかんないですけど、はいはい、結構遠くの方ですね。これがね、だんだんこっちの方まで来るみたいです。おー、綺麗。いや、すごく綺麗です。こうやってね、テラスに座りながらこの花火が見れるのは贅沢ですね。あ、近づいてきたね。音がいいね。いや、すごく綺麗でした。多分もう終わりですね。もう船が帰っていってるんで、さっきので終わりだと思います。よいしょ。はい、それではね、今日はゆっくり寝たいと思います。おはようございます。昨日はね、この羊蹄山が見えなかったんですけど、今日ははっきり見えてます。で、ちょうどね、朝日が差して羊蹄山が真っ赤に染まってます。それでは朝風呂に入りたいと思います。よいしょ。もうあっという間にね、羊蹄山が見えなくなりました。それではね、7時半になったんで、食事会場の方に向かいます。明太子。はい。ありがとうございます。朝食取ってきました。本当に種類が多くてね、こんな感じで好きなものを取ってきたらなんかよくわからない感じになりました。いくらというよりも粒がちっちゃいんでマスコになるんですかね。親子丼風にしてみました。おにぎりも握ってもらいました。で、ペペロンチーノです。北海道に来たらいつか飲もうと思って忘れてた、ソフトカツゲンです。はい、いただきます。はい、贅沢にいただきます。おー、あ、うまい。うわ、これは贅沢やろ。朝から。はい、第2弾はこんな感じですね。また海鮮丼作りました。今回はね、いろんな具材入れて、カニ味噌も入れました。朝からカニ味噌食べたらなんか冬を感じます。
ごちそうさまでした。美味しかったです。朝ごはん食べてきました。本当に美味しかったです。朝からね、海鮮丼ばっかり食べてました。今回はですね、こちらザ・レイクスイートこの住処に宿泊しましたが、いかがだったでしょうか。こちらのホテルは全室ね、露天風呂がついてます。で、朝食、夕食はビュッフェでメニューの数もすごく多くて、で、どれを食べてもね、本当に美味しかったです。で、こちらのね、気になる料金なんですけど、1泊2日、大人2名、朝食夕食付きで67,760円でした。1人当たりだいたい34,000円もしないぐらいですね。で、一番ね、これ曜日によってね、全然金額も変わってきて、まあ、最安値だと63,000円ぐらいでした。なので、1人当たり31,500円ぐらいで、泊まることができます。入ったらね、すごい、空間が広がってて、セレブになったようなね、気分が味わえます。はい、そろそろ時間なんでね、チェックアウトします。はい、チェックアウトしてきました。